皆さんこんにちは。葵のジャパニーズポッドキャストへようこそ。このチャンネルは日本語学習している方へ、日本語で日本の文化やありのままの日常の様子をお届けする場所です。はい、2026年になりました。少し遅くなってしまったんですが、皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。皆さん2025年はどうでしたでしょうか？私はあっという間に2025年が過ぎてしまったなぁと感じています。年々時間が過ぎるのが早くなっている気がします。2026年も2025年に負けないくらい充実した年にしたいなと思っています。ということで、今回は新年の抱負について話していこうと思います。英語だと New Year Resolution ですね。皆さんはどのような新年の抱負を立てましたか？もしかしたら新年の抱負を立てるのが一般的ではない国の方もいますかね。日本だと新年になるとその年の目標を立てるのが一般的です。今回は私の新年の抱負について話していきたいと思います。私の今年の新年の抱負の一つ目は、自分の機嫌を取ることです。誰かの機嫌を取るというのは、その人がどのようなことを思っているのかなって気にしたり、怒らせないように発言を気にしたりして気を使うことです。自分の機嫌を取るのは、自分自身の感情が安定して落ち着いた気持ちでいられるようにすることです。相手はコントロールできないけど、自分だったらコントロール可能ですよね。私は感情ってその人の人生を支配してしまうくらい大きなものだと思っています。怒ってばかりいたら、それだけで気持ちがいっぱいになって、気づいたら何時間も過ぎていることがあります。でもね、それを分かってはいるんですけど、感情的になってしまうことがあります。例えば、旦那と意見が合わないとき、喧嘩になると、怒ったまま、お互い嫌な気持ちでその日を過ごすことになります。後で思い返したら結構どうでもいいことで怒っていたなーって思うこともあって、その日怒って過ごしたことがもったいなく感じます。この前も本当に小さなことで旦那と喧嘩をしてしまいました。私は部屋の空気の入れ替えをするために窓を開けて換気するのが好きなんですね。でも旦那はどうも窓が開いてるのが気になるようで、勝手に閉めるんですよ。換気したかったのに気づいた時には閉められていることがよくあります。旦那曰く新しい空気を入れたいならエアコン使えばいいじゃんってことらしいんですよ。でもエアコンから出てくる空気ってなんか乾燥してるし、体に直接風が当たるし、電気代もかかるし、あんまり好きではないんですよ。そのことを前から旦那に言っているのになぜか窓を閉められるんです。それで私が怒ってしまって小さな喧嘩になりました。でも後から思い返してみたら、すっごく些細なことで喧嘩してしまったなと思います。幸せな気持ちで過ごすのと、怒った気持ちで過ごすのと、同じ時間が経過するなら幸せな気持ちで過ごしたいと思います。なので2026年は
自分の気持ちをコントロールできるようになりたいです。私の新年の抱負の2つ目は、アメリカで安定した生活の基盤を整えるということです。はい、実は私、2026年にアメリカに移住予定なんです。今、グリーンカードというアメリカの永住権を申請中で、承認され次第アメリカに移住します。でね、このチャンネルではまだ言ってなかったんですけど、私の旦那は実はアメリカ人なんですよ。私は国際結婚をしています。私の旦那とは日本で出会ったんですけど、将来の話をする中で、いずれアメリカに住もうっていうことを決めていたので、今がその時だよねっていう話になり、今年アメリカに引っ越しします。大好きな日本を離れるのはすっごい悲しいんですけど、新しい生活にワクワクしている部分もあります。まだどこの州に住むかは決まっていないです。っていうのも、旦那の仕事の勤務地次第でどの州になるか決まる予定なんですね。私の勝手な希望としてはハワイに住みたいんですけど、旦那はハワイは物価が高いから住めないって言ってます。私は海が大好きなので、海のあるところに住みたいんですけど、日本と違ってアメリカって国土が広いから、海の近くに住める確率かなり低いですよね。私はアメリカのカリフォルニアに住んでいたことがあるんですけど、その時から10年くらいもう経っているので、右も左もわからない状態です。日本では自分の置かれている状況を全く分かっていないことを右も左も分からないって言います。私はアメリカに行ったら右も左も分からない状態です。移住後は銀行口座を開いたり、家具を揃えたり、車を買ったりと、生活に必要なものを揃えなきゃいけないですね。とても忙しい一年になりそうです。できたら仕事も見つかるといいなと思っています。もう皆さんご存知だと思うんですけど、私は看護師なんですね。なので、アメリカでも看護師の仕事が見つかったらいいなと思っています。というか、私は看護師以外の職業に就いたことがないので、他の職業で働くっていうのは全然想像もできないというか、何をしていいのか全くわからないです。看護師の仕事も好きなんですけど、いずれは何か副業で違う収入源も得られたらいいなぁと思っています。まあでもその前にまず生活の基盤を整えなきゃなと思っています。もしアメリカに住んでいる方や住んでいた経験がある方はぜひ私と情報共有していただけたらありがたいです。はい、私の新年の抱負3つ目は英語力の向上です。これはさっきの話と少し被る部分があるんですけど、アメリカ移住をするにあたって英語力を伸ばさないとなぁと思っています。私は英会話はできるんですけど、まあネイティブレベルではないんですよね。なので映画とか見ているときにたまに知らない単語やフレーズが出てきたりします。アメリカで生活するにあたって、やっぱり英語は知っていた方が自分の生活が楽になるだろうし、
仕事もスムーズにこなせると思うので、英語力は向上させたいなと思っています。このポッドキャストを聞いてくれている皆さんはかなり日本語を勉強してレベルが高い方たちが多いと思うんですけど、皆さん本当にすごいなといつも思っています。私の使っている日本語は教科書に出てくるような綺麗な日本語ではなくて、普段日本人が話している砕けた日本語なので、これがわかるのはかなりレベルが高いです。語学を学習している皆さんだったらわかると思うんですけど、語学の学習でやめるとすぐに忘れますよね。特に使わない単語とか覚えたはずなのにすぐ忘れちゃいます。私は10年前にアメリカに住んでいた時の方が英語を話せていたんですけど、だいぶ忘れてしまった部分も多いです。移住後は仕事もしたいと思ってるので、2026年は英語学習を進めていきたいなと思っています。はい。この3つが私の2026年の新年の目標でした。この目標が叶えられるように日々頑張っていきたいと思います。皆さんはどんな目標を立てましたか？もしシェアできるものがあったらコメント欄で皆さんの新年の目標を教えてください。はい。では最後まで聞いてくれてありがとうございました。ではまた。